皆様こんにちは。今日の日本酒お酒のお話は酸味です。皆さん酸味というのは意識していらっしゃいますかね。どうでしょう。一般の普通の生活の中にはあんまり酸味というのは常々意識することがないかも分かりませんけれども、お酒の中にある酸味というのは非常に重要な役割を持っていまして、この酸味にちょっと今日は注目してみたいと思います。実は日本酒の中にはほとんど強い酸味というのはありません。穏やかな酸味というのはあります。例えば日本酒の中にある酸味で特徴的なのは乳酸というヨーグルトのような酸味ですね。非常にまろやかで穏やかな酸味です。でレベルもそんなにむちゃむちゃ高くないので、日本酒を飲んだ時に酸っぱいとか酸味が強いなという印象はほとんど感じられたことがないと思います。で片やワインというのがあるとすると、ワインにはすごく豊かな酸味がありますよね。でワインにも乳酸というヨーグルトのような酸味もあれば、リンゴ酸といってリンゴの中に含まれているような爽やかなさっぱりとした酸味もあります。そして酒石酸というもうワインにしか存在しないような酸味っていうのがあるんですね。実は日本酒の場合はこの酒石酸というものが一番多いんです。ごめんなさい。ワインの場合でした。ワインの場合は酒石酸っていうのが一番多いんです。酒石酸が多いワインというのはもともとのブドウの中に酒石酸がたっぷりあります。それがワインに移るときほとんど変化せずにそのままワインに残るんですね。でブドウの時にあったリンゴ酸というものは後にワインになっていくとき、もしくはワインになる前のブドウの段階でどんどんリンゴ酸がなくなってしまう可能性もあるんですけれども、酒石酸というのは全く分解されないと言っていいぐらいになくならずにそのままブドウからワインに移行します。ですのでワインの中にある主体的な酸というのは酒石酸という酸味なんですね。これ結構強いんですよ。ですのでこの酸味を豊かに感じるかそれとも穏やかに感じるかというのはこの酒石酸とあと他のいろいろな味わいのバランスというものが重要になってきますので、ワインの味を見るときにはこの酸味にものすごく注目するわけなんです。ところが日本酒というのは先ほども申し上げたようにほとんど強い酸味がないので、とても穏やかな柔らかい酸味なので、ことさら酸味に注目をしてもしくは意識をして飲むということが必要ありません。そして酸味というのは実はお料理と一緒に飲んで楽しむときにとても重要な役割を持っている味わいなので、酸味が強いか穏やかであるかということはお料理と一緒に楽しむときにとても考える必要がある項目なんですね。酸味が強すぎるとお料理の味を壊してしまうかも分かりません。酸味が穏やかだとお料理の味をしっかりとまろやかに味わうことができるという可能性もありますよね。ですのでワインを飲むとき、日本酒を飲むときっていうのはそれぞれ酸味に今度注意してみて、よかったら飲み比べるのもいいですよね。白ワインと日本酒と並べてみてお互いに飲んでみる。酸味に注目をする。そして食べながら両方比べてみる。そうすると酸味がいかにお料理に重要な役割を果たしているかということも分かっていただけると思いますし、新しい美味しさも見つかるかも分かりません。一度試してみてください。